もこんにちは、北野有奈です。私は今なんと岩手県の盛岡にいますどうして盛岡に現れたかというと、実は以前1回だけ盛岡に来たことがあって、その時食べた冷麺が本当に美味しくて、もうずっと忘れられない味でした。なのでいつかもう一度盛岡に来て、あの味の冷麺を食べたいなってずっと思ってました。はい、ということで来ちゃいましたもう天気もいいし、冷麺日和ですね。それじゃ早速食べに行きたいと思います。今回私が訪れたのは岩手県盛岡。盛岡は歴史ある城下町の面影と豊かな自然が今も街中に残る場所。そして冷麺やわんこそばなど独自の食文化でも知られる町のようです。それでは行きましょう。そういうことで、私は初めて盛岡来た時に初めてここで冷麺食べてみたんですね。もう本当に美味しくて忘れられない味だったんですね。それがきっかけになって、で私は札幌で夏が来る時、もうほぼ毎週スーパーで盛岡冷麺を買って家で作ってるんですねただやっぱりちょっとスーパーで買ってる冷麺と、あと現地で食べた味が違ってて、いや、いつか本場の味もう一回食べたいなっていうずっと思ってたんですね。これってよかった盛岡駅を出てまずは町の中心へ。駅前は普通の都会という感じなんですが、少し歩くと綺麗な川があって、町の向こうには山も見えます。盛岡はね、いいですね。もう街中などになんかこういう自然がある場所があってね、なんか気持ちいいです。なんか盛岡に住みやすそうですね。そんな盛岡の街を眺めながら初めて冷麺を食べた思い出のお店に向かってます。あれ、三叉踊り会場まで180メートル。なんだと三叉踊りで、祭りか。世界一の和太鼓パレード。これ見たいですね。これ見たいな。見れるといいですね。仕事の秋が出てきちゃって、なんか急遽来ました、盛岡までだから何も調べてなくて来てるので、お祭りがあるのも知らなかったです。でもこういうのね、ノープランの旅が私結構好きなんですねそういう時もまたいい出会いとかもあるんですね。さあ今回はどうなるんでしょう。以前盛岡に来た時は、あの時はね、仕事で連れて行かれて、でその時は今向かってるお店の冷麺食べてみたんです。そしたらすっごい美味しくて、もう脳みそが焼かれたんですね。と思って、美味しいじゃん、何これと思って、すっごい美味しかった。でいつかまた来ようとずっと考えてました。今から念願の味を食べるのがすっごく楽しみです。確かにどこかこの辺でした。あった、いました。ここですね。懐かしいな。まだやってないですね。11時半から営業ですね。私はどうしても食べたいから早めに来ちゃいました。こちら1954年創業の食堂園。実はここ盛岡冷麺発祥のお店として知られてます。創業者の青木照人さんが故郷朝鮮半島北部の冷麺をもとに、ハムフン冷麺と平壌冷麺の特徴を組み合わせて作ったのが現在の盛岡冷麺の始まりと言われているそうです。私にとっても思い出のお店。あの時の感動が思い出されます。入ってすぐ注文しました。10年ぶりの冷麺ですねうわー、楽しみにしてました。牛肉を贅沢に使ったスープと職人さんが練り上げる自家製の麺。老舗こだわりの一品です。いただきます。
美味しい。あの時の味ですね。まんま。以前来た時は冷麺に入ってるお肉がすっごく印象的だったんですね。でもう一回食べたいと思っててこれです。やっと食べれる。ああ、来てよかった。冷麺食べるときって音立てていいのかな。麺とお肉も美味しいのですが、この漬物も夏にぴったりの爽やかな味でたまりません。ありがとうございます。実は7年前に北海道のテレビ局と一緒に取材しに来てて、あ、そうでした。はい、その時は初めて冷麺食べさせていただいて、すっごく好きで思い出に残って、いつかまた食べに行きたいと思ってたんですけど、ありがとうございます。今日来まして、取材で以前ですね、今はプライベートで来てるんですけど、ありがとうございます。お住まいは北海道です。私は札幌で住んでてて、はい、僕はよくね、オートバイでね、88回くらい北海道行って、本当ですか？また来週行くんですけど、オートバイでよく行ってます。いいえだちゃんと言いたかった。スープが随分お肉をふんだんに、牛肉をふんだんに使ってるエキスなので、スープがありがとうございます。スープが美味しいんだって。そうですよ軽やかですごい体に染み渡る。ごちそうさまでした。元気もりもり。美味しい。もう一杯ぐらい食べれそう。来てよかった。お店を出た時には行列がずらり。急いできてよかった。冷麺を食べてお腹も心も満足です。目的は達成したのですが、せっかくなので盛岡の街を散策していきましょう。プラプラ歩いていると気づけば大きな石垣が目の前に。なんだと盛岡城跡コインです。ここからか。どうやらここ盛岡城の跡らしい。せっかくなのでちょっと中を歩いてみることにしました。中入ってみましょう。すごい立派な石垣ですね。綺麗。わあ、セミのいい声ですね。夏って感じ。ここは昔南部市の居城だった盛岡城があった場所。築城が始まったのは1597年頃で、このお城を中心に道や町、橋などが整えられ、今の盛岡の町の基礎が作られていたそうです。盛岡はこのお城と一緒に発展してきた城下町なんですね。おお、すごい。何これ。歩いていると本丸って書かれた石を発見。ここは昔盛岡城の中心となる場所で、藩主が暮らし政治を行っていた場所とのこと。お城の心臓部ですね。本丸で見つけたこの大きな台座。昔はこの上に南部家42代当主南部利長の騎馬像が立っていたようです。ですが戦争中、銅像は金属資源として使うために持ち出され、今はこの台座だけが残っています。ここはね、盛岡城だったってことは、お城の周りにこういうふうに町ができたっていうことなのかな。
なんかね、このカップルとか高校生とか、あと地元の方々とかね、ここでお散歩したりとか座ってこのセミの声をこう聞いたりしてるみたいので、なんかすごくいい場所ですね。とっても気持ちいい。いいわ。ちょっと休憩しましょう。そういえば最近地味に手放さなくなってるものがあって、実は今もつけながら撮影してるんですけど、皆さんわかりますか？なんか人から聞いた話とか、あとふっと思いついたことって、その場で残しておかないと後であれなんだったっけってなっちゃうんじゃないですか。その悩みを消してくれたのがこちら、プラウドノートピン S です。小さな AI ボイスレコーダーです。正直最初はスマホもあるのにこんな小さい録音機っているって思ったんですけど、使ってみたらただの録音機じゃなかったんですよ。プラウドノートピン S は身の回りや服につけて使える小さな AI ボイスレコーダーです。使い方は簡単。ボタンを押すだけ。赤いランプがついたらもう取れてます。例えば携帯プランの説明や役所の手続き、それから病院などの大事な説明を聞くとき、専門用語が多くてその場では分かったつもりでも後であれ結局どういう内容だったっけってなりがちですよね。もちろん録音していいかは先に確認します。その上で残しておくと難しい説明も後でゆっくり見返せるんです。録音した内容はアプリが自動で文字起こしして、誰が話したかも話者ごとに分けて表示してくれるんです。さらに録音した内容を自動で要約してくれるので、長い会話を全部聞き直さなくても大事なポイントをすぐ確認できちゃいます。手が塞がってる時のメモにも便利です。散歩や旅先でふっと思いついたことや後で調べたいことをスマホを開かずに声で記録できるんです。それスマホや AI でよくないって思いますよね。でもどんなに便利な AI でも取れてない話はまとめられないんです。だから大事なのは AI に渡す前にまず聞き逃さず残すこと。プラウドはボタン一つで取れるからその一方がすっごく楽なんです。さらに録音した内容を文字で見返せるだけじゃなくて、その会話の内容について AI に質問することもできるんです。それがアプリの中にある Ask Proud っていう機能です。例えば、この打ち合わせで決まった衣装は？と聞くと、このように長い会話を全部聞き直さなくても必要な情報だけをすぐ確認できます。そして文字起こしした内容はテキストとして使えるので、チャット GPT など普段使っている AI に渡して企画案やメロを作ったり、スケジュールを整理したり、そのまま次の作業にもつなげられます。このおかげで聞き直したり、自分でまとめ直したり、もう一度入力したりする時間がかなり減りました。その分私は撮影や編集など自分にしかできない作業に集中できるようになりました。気持ちが楽になっただけではなく、実際に仕事の効率がかなり上がったことが一番助かってます。もし気になる方がいましたら、詳しいリンクとあと割引クーポンは概要欄に貼っておきますね。ぜひチェックしてみてください。街中にはね、こういう一休憩できる場所があるのがいいですよね。ああ、ここ神社があるんですね。お、出店がいっぱいありますね。わあ、いい匂いですね。ちょっとお参りしましょうか。よし、お参りしてきました。おお、すごい。何これ。なんか途中ですごいでかい岩を見つけた。これです。うわー、すごいな。迫力あるね。大きい。これ自然でできたものなのかな。
倉山神社の奥に突然現れるこの強大な岩、烏帽子岩と呼ばれています。盛岡城を作るためにこの場所を掘り下げた時に出てきた大岩です。もともと神聖な場所だったことから吉兆の象徴として大切にされるようになったようです。昔は災害や病気が広がった時、この岩の前で祈りが捧げられたようです。今でも盛岡のお守り岩として大切にされています。気づいたらかなりの時間を歩き回っていました。なんだかお腹が空いてきましたね。ということでおやつの時間です。こちら山中屋さん、岩手ではおなじみの焼肉冷麺のお店で30年以上親しまれているとのこと。さっきコンビニで教えてもらいました。はいどうぞ。ありがとうございます。はい、どうぞ。美味しそう。はい、こちらがお酢でございます。こちらが辛味でございます。こちらはですね、追加お持ちできるので足りないようでしたら奥のボタンでお呼びください。もちろん注文したのは盛岡冷麺。902円とお値段も良心的で嬉しいです。おお、スイカもいる。辛さは別皿できて自分で入れるスタイルですね。それじゃあいただきます。うまっ。すっごい美味しいの。愛はツルツルのビシュって入ってくる。美味しいわ。麺がもっちもちですね。さっぱりした味で。うわ、スープいこうか。お出汁も透明ですね。はい、お待たせ。今強くなってるので、ですね、美味しい。外がすごく暑かったので一段と美味しい。私はお肉も頼んじゃったんですよ。私が頼んだのはこちら、元気ハラミ。お肉と冷麺一緒に食べれば美味しいかなと思ってじゃあ焼こうか。わあ、いいね。いい音してる。いただきます。めっちゃ美味しい。すっごい美味しいなこれ。うわうわ、お肉もすごく美味しい。私実はハラミをあまり食べたことがなかったのですが、これはとっても美味しくてびっくりしました。ハラミって美味しいですね。さっぱりした冷麺を食べた後に濃厚なハラミ、そしてこのまた冷麺でさっぱり、この組み合わせ最高です。で、辛みが別皿できてるので、ちょっと辛さが足りないとこういう風に加えることができるので、私も味変でちょっと入れてみたいと思います。お、ピリ辛だ。また味変わってが美味しい。わあ、美味しいわ。おー、いいね。この方式が自分で辛さ調節できる。卵いきます。さあ、それじゃあ
ラストスイカで締めます。美味しい。冷麺にスイカってなんで書いてるか意味わかんないけど美味しいですね。この辛さとしょっぱさにさらにスイカが甘く感じるんですね。うわ、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。気づいたら日もだいぶ落ちてきました。そろそろ山荘踊りの時間かな。調べたんですけれども、山荘踊りは6時からスタートなんですね。でしかも今日は最終日です。なんとラッキーですね。でどこでやってるかちょっとよく分かんなくて道迷っちゃったんですね。でもこの辺が人が多いからなんかもしかしてどっかこの辺なのかな。さあ、音が聞こえてきた。お、そっちなのかな。ちょっと見ていきましょう。うお、山荘踊り発見。やってるね。お、すごい。お、やっちゃってるやっちゃってる。あー、少しわし出遅れだ。うわー、いいね。近く行こう。聞こえますか、この音。和太鼓の音ですね。うわー、あ、いたいた、やってる、すごい。パレードだ。山荘踊りは盛岡の夏を代表するお祭り。毎年8月1日から4日まで盛岡の町の中心で行われ、来場者数は100万人を超えるお祭りです。太鼓や笛を鳴らしながら大勢の踊り手たちが盛岡の中心街を進んでいきます。お祭りに参加する太鼓の数は日本一とも言われるほど、街中に響く圧倒的な太鼓の音色が心を震わせます。体の奥までこの和太鼓の音が響き渡る。なんかすごい。踊りって何かを祈ったりとかするためのものもあるんですけれども、山荘踊りって何のための踊りなのでしょうね。何かを祝ってるなのかな。山荘踊りの始まりは、昔この辺りで悪さをしていた鬼を三石の神様が退治したっていう伝説なんだそうです。鬼がいなくなったことを喜んだ人たちがサンササンサと踊ったのが始まり。そしてこの迫力ある太鼓にも意味があって、鬼がもう戻ってこないように太鼓の音を遠くまで響かせたとも言われています。そう思ってみると、この太鼓の音もなんだか特別に聞こえてきます。最後は見ていた人もみんなで楽しく踊りました。終わったようですね。
ありがとうございました。いやー楽しかったですね。盛岡の三叉踊りも見れてすっごく嬉しいです。私毎回すごく感動するのは、もう先ほどここすごく人数が集まってたのでゴミがないんですね。一個も。もう祭りが終わったら皆さん片付けやったりとか綺麗にしてくれるんですね。そもそも多分ゴミ捨ててないですね。いやこれは本当に感動しますね。お腹が空いたからどっか食べに行こう。祭りの後は結構混んでるんだな。どっかに入れるといいんだけれどもな、予約もしてないし。ここ結構雰囲気良さそうだね。お、何？桃取り。行ってみよう。ということで突撃しました。桃鳥さん。タイミングよく席が空いてましたが、すぐ満席に。メニューはこちら。名物の桃鳥と他にも地元の食材を使った料理とお酒がいろいろと。これは楽しみです。白ビールの件。ありがとうございます。来ました。お祭りの後で飲むビールと何倍美味しいと思います。それじゃ乾杯。わらび1です。美味しい。疲れた。夏祭りって疲れますね。特に自分で参加してないけど一生懸命楽しんでるしてるから疲れちゃうんだよね。注文したのはとろわらびですね。これ山菜らしいですね。こちらとろわらび。岩手県の特産のわらびでとろっとした食感がやみつきになるとのこと。醤油と生姜すごく抜群にうまいですね。おいしい。とろみが少しあって、なんか今まで私食べたわらびの中でちょっと食感が違うんですね。ありがとうございます。そしてお次はお店の名物桃鶏。鶏もも肉を秘伝のスパイスで味付けして骨付きままじっくり焼いたお料理です。いっちゃいます。うわ、いただきます。お、おいしい。うわ、ジューシー。しかも外の皮がめちゃくちゃパリパリですね。体に染みてるわ。皮はカリッと、中は肉汁たっぷりでジューシー。すごい柔らかくて美味しい。味付けもちょっとピリ辛。キャベツもあって、これはもしチキンが辛かったら少しお口直しみたいな感じでね、少し辛さを抑えるように。はい、796番。はい、796いきます。気になりますね。すいません、注文していいですか？はい、揚げ出しナス一つと、あとどんこ叩きなんですけど、どんこって何ですか？これはどんこっていうお魚。魚？お魚。どんこはエゾイソアイナメが正式名称なんですけど、ここら辺の地域の人はどんこ。あ、そうなんですか。お魚、白身のお魚。あ、
じゃあどんこのたたきと、あと日本酒も行きたいと思います。はい。それになんか合いそうな。この居酒屋はね、地元の食材とかいろいろ食べれるのですごく嬉しいんですね。美味しいし、私特になんか郷土料理がすごく好きで興味があるんですけれども、ここに来てよかったなと思いました。私は夏限定のシソラを頼むことにしました。せっかくなんで満タンに。ありがとうございます。いただきます。いいね、美味しい。すごい香りが豊かですね。ちょっと甘口系で、でもキリッとしてるんですね。うわー、今日のごちそうにぴったりですね。そういえばどんこたたきが来ました。どんこはね、キノコじゃなくて魚なんですよ。知らなかった。白身魚ですね。こちらどんこたたき、なんとも日本酒に合いそうな見た目をしてますね。それじゃあどんこたたき食べてみましょう。初めてですね。どんな味するんだろう。白身魚ですね。滑らかでふわふわで美味しい。クリーミー。なんだろう。これは日本酒に合う。こんなの初めて食べた。完璧なカップルですね。疲れなのかな、暑さなのかな。ちょっとお酒飲んでたら一気に体に回っちゃって今すごいテンションが上がりながら眠くなっちゃってる変な状態。幸せ。思ったと全然違う。ありがとうございます。うわありがとうございます。そして揚げナス、とってもボリューミー。ナスが大好きな私にはたまらない見た目です。ラストに締め揚げナスを頼みました。って思った以上にすごい大きいの来ましたよ。どうも、おはようございます。うわ、ジューシー。すごいわ。おいしい。外はサクサクと中はふわふわですごいジューシー。おいしい。優しい味ですね。うまい。あ、生姜なんか爽やかでスッと入るって感じだね。なんか締めにすごいちょうどいい気がする。
揚げナスがすごく美味しいです。ありがとうございます。やっぱりここにしてよかった。すごいいろいろ迷ったんですけれども、ここに来て入れてよかった。お店の雰囲気もスタッフさんもの対応も素敵で、料理もどれも絶品。大満足な夜になりました。ごちそうさまでした。すっごく美味しかったです。もう言葉が出ないほど、なんかこの汁がもったいないな。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかった。ありがとうございました。わあ、さっきの居酒屋はもう最高。テンションが上がりまくって、もう口が回らなくなって酔っ払ってハッピーハッピー。なんかね、仕事がちょっとなくなっちゃって、じゃあ盛岡に行こうと思ってこう急に来てプラプラ歩いて、レモン食べたのは面白いんだけど、なんと山荘踊りも見れたし、美味しい居酒屋さんも郷土料理とか地酒も飲めたし、なんか思い出いっぱいで北海道に戻ってまた仕事頑張れそうな気がする。さあ、それじゃあホテル戻って寝ようかなということで、皆さん最後まで見ていただき本当にありがとうございました。またどっかで美味しいもの一緒に食べましょう。またね、パカパカ。